皆さんごきげんよう、上川かーるです。今回取り上げる話題は、中国経済がアメリカを追いに行くというような目標が夢幻に終わろうとしていることについて解説していこうと思います。中国経済が発展を続けて、いずれはアメリカ経済を追い抜き、世界一の経済大国になるという予想をこれまでは何度か見かけることがありました。例えば、2030年初頭には、中国の GDP はアメリカを追い越すだろうという予測が経済金融アナリストらから発表されることはさほど珍しいことではなかったのです。ところが現実皆さんの目から見て中国経済の絶不調ぶりを見れば、そのような話が今や過去のものになろうとしていることを感じることでしょう。実際その話は全く当たっていると思います。これまで欧米機関による予想などにおいては、早ければ2030年よりも前に中国経済はアメリカを追い抜くというような発表をしているところもありましたし、遅くても2040年代にはやはりアメリカ経済を中国は追い抜くんだといったレポートなども数多くあります。ところが現在の状況からすると、そのような話は全く的外れなものとなろうとしています。確かに中国経済はこれまで発展をし続け、GDP は伸び続けてきました。しかし、伸び続けてきた理由というものが徐々に失われ、一方においてアメリカがさらなる経済的な加速をしようとしています。まず第一に中国の発展の伸びが収まってきたことについて、これまで何度かこのチャンネルの動画で解説してきましたが、中国は国内消費を爆増させるために、特に不動産投資といったものを奨励し、借金をしてでもみんなが買えば、それによってみんなが豊かになるといった幻想をみんなに抱かせることに成功し続けてきました。5000万円で買った物件が来年には7000万円になる。その先には1億円にもなる。そのようにして値上がりすることを前提にすれば、5000万円借金したってどうせ利益が出るんだから、5000万円借金することに何のためらいがあるだろう。1軒買っても2軒買っても3軒買っても4軒買っても良いじゃないか。投資物件は多ければ多い方がいい。借金が多かったとしてもその借金が富を生むのであれば、もっともっと借金をしてでももっともっと大きなお金を築くことができると、みんなが消費活動を活発にすることができたわけです。ところが現在においてはそのようなことがまさにバブル経済の典型的な様相であり、いつまでも持続できるものではないといったことが明らかになりつつあります。不動産開発会社の多くが経営破綻的な状態に陥っていても、あまりにも大きいがために一気に破綻させると経済的な悪影響が大きすぎるとして、ゾンビ企業として中国政府がなかなか破綻処理ができないことになっています。いわゆる巨額の不良債権問題といったものが今の中国経済に大きくのしかかっています。もはや不動産というものは借金をして買ってでも、その借金はもう値上がり益を期待できず、借金した分だけ全部自分で返さなければならないとなれば、やはりこれまでとは全く違う行動になるわけです。そしてそのような形で借金付けだった人々が正気に戻った時に消費活動はこれまでとはちょっと規模が変わってくるわけです。そしてこれまで中国にとって有利だった人口についても年月が経つことによりそれぞれの労働者の給与水準は上がり、世界の工場として機能してきた安い労働力を供給する国としては機能しなくなってきました。同じく年月の経過といったものは年齢層も変わってきます。中国においても少子高齢化問題といったものが発生しており、長い間行われてきた一人っ子政策は今ではありませんが、あたかもそのような政策が行われているのかなと思うぐらいに少子化といったものが進み始めました。それは少ない子供たちに対してものすごく教育費をかけなければ競争に打ち勝てない。だからこそそのような生活にはちょっと遠慮したいという人たちが多くなり、結婚しても子供を持たないという選択肢を選ぶ人たちが増えているというわけです。そのような全体行動としての少子高齢化といったものが進んだ場合において、これまで武器であった労働者の数といったものも減少するわけですから、中国経済の発展に役立っていた武器が失われていくわけです。そしてこのような一つの国の事情といったものを理解するだけではなく、このチャンネルでは国際情勢についても何度かお話をしています。国際情勢の変化といったものをある程度基礎知識として見ていた場合においては、世界経済の流れについてもちょっと理解を進めることができます。では
た中国が世界の工場ではなくなった世界において、他の国の経済状態がどうなるかです。世界経済の発展においてどの国が伸びてくるかという話は常に多くの人々の関心を呼ぶものです。特に2024年は新NISAのスタートにより多くの人々がこれから投資をしようと勉強を開始しています。そのような人たちにとってアメリカがいいなという話をたくさん聞いたことでしょう。そして同時に果たしてアメリカ以外の国で投資先はないだろうかと興味を持つ人たちも非常に多くいます。そのような人たちに注目されている国がインドです。なぜインドが注目されているかといえば、中国経済についての話をした時と同様にして、インドには多くの人々がいて、そしてそれらの多くの人々は未だに賃金が安い状態にあります。ですから、これらの人たちが世界の工場の労働者として活躍できる可能性は十分にある上に、インドは外資を受け入れてそれらの人々を雇用してもらいたがっています。これら貧しい人たちが段階を経て所得を増やしていくときには、まさに個人消費が伸びていくわけですから、多くの企業にとって活躍できる場となります。そして全体構造として GDP が伸びてくるようなことになれば、やはりもっともっと世界中の国が注目し、インドに対する投資を活発化させ、それに伴って株式市場の全体の総額としても伸びていくだろうというわけです。そのようなわけで、これから株を始めようという人たちも、インド市場の株式にかけたいという人たちは多くなっているわけです。そのようにして、中国の経済発展の伸びがどうやらこれからは危ういぞという状況になって、インドが伸びてきたなと思う一方において、じゃあアメリカがどうなのかといえば、アメリカはアメリカでまさに桁違いの動きを見せています。これまでアメリカの市場を語るときに言われていたのはビッグテック、ガーファムと呼ばれるような企業、もしくはナスダックの時価総額上位の企業を注目することが多かったわけですが、その顔ぶれについても徐々に変化してきています。特にここ最近注目されているのが NVIDIA です。NVIDIA は日本においてはあまり知名度はありませんが、世界的に見れば超有名企業です。なぜ有名かといえば、生成 AI などに代表されるデータ処理において半導体が非常に重要であり、それらの商品を作っているのが NVIDIA が中心的な企業だからです。NVIDIA 自身は設計を行い、それらを受注請負している会社が作っているわけですが、NVIDIA 製の GPU などは世界シェア的に見ればまさにナンバーワンであり、多くの人々がこの会社の成長にかけています。もちろん NVIDIA だけではなく、様々なサービスにおいて AI を組み合わせることで、より強力なビジネスモデルがアメリカ企業から生まれようとしています。例えば生成 AI として非常に有名になったチャット GPT を自社のサービスの中にどんどんと取り込もうとしていて、マイクロソフトが有名になりました。マイクロソフト自身は1995年の Windows 95以来 OS もしくは Word、Excel、PowerPoint といったオフィスソフトの企業として有名ですが、その後はデータセンター事業やゲーム産業などへの展開などにより息を吹き返しています。そして今回は生成 AI とのタッグを組むことにより、もう一度大きな成長を果たそうとしています。また、生成 AI の産業においてはまだまだこれから発展していくわけで、その中においてもアメリカ企業はやはり非常に有力視されています。例えば、これまではインターネット世界においては、Google のサービスが非常に有力でしたから、その上場企業であるアルファベットは、やはり投資先としては非常に有望な会社でした。しかし、一旦生成 AI が出てきた時においては、多くの人々が検索しなくなるかもしれないとして、Google は非常事態宣言、レッドコードを発令しました。これまで人々は何かを知りたい時には、検索窓に打ち込むかもしくはボイスチャットなどを利用して、何々について調べたいといったことを打ち込んで調べ物をしていました。ところが生成 AI が標準的な機能として搭載された場合においては、そもそも検索する必要がなく、何々についてどうなのという調べ物はもう答えをそのまま打ち出してくれるようになり、どこかのサイトに飛ぶといった行動が一旦なくなる可能性を示しています。しかし Google 自身も AI をもともと力を入れて研究していましたから、この分野においてももう一度自分たちが何とか高いシェアを維持しようとして自分たちの開発した AI を提供し始めています。また
このような生成 AI の誕生においては、これまでマイクロソフトの場合であれば、オフィスソフトの方面から攻めることができたわけですが、一方においてもう一歩注目されているのが、画像生成などに対しての強みを持つであろうと考えられている Adobe 社です。Adobe についてはあまり注目はされてはいませんが、しかし、Photoshop をはじめとした映像処理関係のソフトとしてはまさに世界最大手ですから、アメリカ企業は様々な面で新しい技術を応用してさらなる発展をしようとしているわけです。そのような期待が非常にかかっていることからも S&P500 であるとかナスダックのようなアメリカ市場を代表するような指標は非常に好調だと言えます。もちろんアメリカ経済において何か問題がないかといえば問題はあります。それはいつの時代においても人々の過度な期待によって起こされた株高というものはどこかの時点において収益性と見比べた場合においてちょっと話が成り立たないぞとみんなが意識した場合においては大きな暴落騒ぎを起こすことがあります。特に生成 AI 関連で半導体を非常に多く供給していてシェアの高い NVIDIA の場合だと株価はぐんぐんと上がっていますから、果たしてどこが適正段階なのかといったことは後々になってみなければわかりません。しかしそのようなバブルを起こすかもしれないと思われるほどに新しい芽が育つアメリカと、一方においてこのままであれば日本が停滞する理由となった巨大な不良債権問題を今まさに抱え始めている中国、どちらの方が経済的な伸びが大きいのかはかなり明らかだとは思います。また先ほども述べたように中国経済が伸びたその理由といったものを丸々今から生かそうとしているインドがある、この事情というのもやはり大きいでしょう。中国経済が頭打ちになる一方においてまさに中国経済が伸びた理由と同じような若い多くの人々、そして低い賃金で働き、そして海外からの投資をどんどんと受け入れようとしているインドが中国に代わってこれからは経済が伸びる。だからといって先進国アメリカはさらに新しいビジネスモデルをもとにしてさらなる発展を遂げようとしている。このようなアメリカと中国の対比というものは非常に大きいものだと言えるでしょう。中国経済はいずれはアメリカを追い抜くんだというような予測などが出されていた時代はもう何年かしたら、そんなことを言っていた時代もあったねと昔話になる可能性は十分にあると私は思います。というわけで今回はかつて中国が夢見ていたアメリカ経済を追い抜くという夢は現在の状況からすればもはや過去のものとなろうとしている、そのことについて解説しました。皆さんはこの話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。なお注意点なのですが、インド経済が伸びるんだなと思ってだからといって投資先として 100% の資金を全部インド株にかけようというのはぜひともおやめください。インド市場はまだまだ発展途上の段階ですから個別株は日本人は直接は買えませんし、じゃあだからといってアクティブファンドにかける場合においても手数料は高めです。本命としてはアメリカかもしくはどこの国が伸びるかなという全体を見ながら全世界株式に重きを置いてちょっと楽しみを得たいなと思う程度の部分だけインドの投資信託を買うぐらいが私はちょうど良いと思います。私自身は高配当株やもしくは連続増配の ETF なのが好きなのでちょっとインド株はリスキーかなと思っています。というわけで今回の話はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。このチャンネルでは様々な世界の動きについて解説を行い皆さんの知識の整理整頓に役立つような話をしているつもりです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。